イズモンスターション TV 始まりました。モンスターション TV 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれでは因果最初でやっていきましょう。今回はですけども、こちらのビブルカードからお話をしていきたいなと思います。北の海の戦争やジェルマ66ということでやっていきたいなと思います。今回もね、いろんな面白いキャラクターたちがね、いるわけでございますけども、まずは巨人族カーシーとオイモンということでね、彼らが最初出てきた時驚きましたよね。NES ロビーでございますよ。まさかのここで巨人族来たかということで、厄介でしかなかったんだけども、最終的にはそれが味方についていくっていうね、これ本当に感動しましたね。で、なんで彼らは仲間になっていったのか。これに関してはもともと海軍に捕まって、で、そこから騙されて、こういった形で働かされているっていうね、そういったような流れでございます。かわいそうだよね。で、それで何年もそういう風に働いたんだけども、結局海軍に言われたことは全て嘘だった。ということで、ブチギレでございますよね。まあ、そんなこんなで麦わらの一味が来てくれて、そしてゴッドウソップ。ウソップがそういう風に彼らと話をして、ドリーさんだったりとかの話をしたからこそ、まあ、気づけたわけでございます。で、現在彼らはどこにいるのかって言ったら、エルバフに帰還ということで、エルバフにいるわけでございます。だからもしも麦わらの一味がエルバフにここから行くなんてことがあったら、英雄としてそこに行くわけでございますよね。ハイルディンたちのこともあるわけでございますし、現在では新巨兵海賊団っていうのがもう傘下に入ってるわけでございますから、もう諸々の流れでエルバフに行ったら、おお、ついに来たかっていうような流れになっていくのかなっていう風に思います。楽しみだよね。エルバフに早く行ってほしいなっていう風に思うし、やはりエルバフといえばね、めちゃくちゃでかいような木があるわけでございますから、そこでもしかしてね、サニー号を作った木とかが取れちゃうのかなみたいなね、そういう風に考えたりとか、そこもちょっと気になるところでございます。そして続いてビンスモーク4時でございます。今回のね、こちらはやはりジェルマ66がね、メインとなっているわけでございますから、ここで4時が来るわけでございますけどもね、何より私4時一番最初出た時から声めちゃくちゃいいなっていう風に思ったわけでございますけども、声優さんをやっているのは津田さんでございますね。いろんなキャラクターをね、やられているわけでございますけども、もう4時の声聞いた瞬間に、うわ、これはっていう風になったわけでございますよね。私、遊戯王大好きでございまして、海馬瀬戸、海馬さんがここで来るわけでございますよね。そしてそれ以外にもジョジョでございます。ジョジョでもティッツァーノでございますよ。ここでも出てくるわけでございます。いろんな作品で大活躍をされている津田さんでございますけども、4時ほんともう声がたまらないのなんの、もうね、これ声大好きなのよ。ほんと大好きでね、喋るたんびにね、もうすげえ点上げな感じになるわけでございますけどもね。まあそんな4時でございますけども、彼といえば外骨格でございます。この外骨格が一体何なのかって話でございますけども、血統因子の改造で甲殻類のように皮膚が硬く変化っていう風になってるわけでございます。鉄以上の高度を誇り、銃弾も通さない。これに関しては彼だけではなくてジェルマ66みんながそういう風にね、外骨格っていうのが出てるわけでございます。だけどもサンジ君残念ながら出ておりません。失敗作と言われているわけでございますから、これに関しては出ていないという風になってくるわけでございます。まあ失敗作っていうところでは、まあ、結構引っかかるところはある。こういう風に思いっきり4時のね、顔面をぶっ潰していたわけでございますから、それってどうなのって話じゃないですか。要するに成功例である彼らをしばいているってことなんで、やっぱ本当の成功例っていうのはサンジ君なんじゃないのっていう感情もあって、そして外骨格っていうのも遅れてるだけでどんどん出てくるのではないのかというふうに考えたりとか、身体能力的にもサンジ君って結構なダメージを今まで受けてきたけども、まあすぐに治ったりするわけじゃないですか。そういったところも考えていくと、実はやはりもう一番の成功例だったのがサンジ君なのではないのかなんて思うわけでございます。そして続いてビンスモークレイジュでございます。レイジュに関してはね、ルフィ君とのあれがもうワーオって感じでございましたよね。まさかのという、てかルフィ君がね、もう無茶こきすぎでございますよね。もう目の前にあるもの何でも食べるわけでございますから、キノコの時も大変なことになったよね。なんかも
なんか韓国のところでね、すごいことになっておりましたけども、何でもかんでも食べるわけでございますし、よくもまあこのワンピースの世界においてね、そんなことをやってきて生きてるなっていうふうに思うわけでございますけどもね。まあそんなこんなでレイジでございます。レイジといえば毒でございます。ルフィ君を救っていった流れもそうでございますよね。毒を吸収していったというわけでございますけども、これに関してはなんか他の兄弟と比べて、なんというか悪魔の実の能力に思えるようなね、レベルじゃないですか。ってなった時に、じゃあ能力者なのとか羽が生えてきたりするわけでございますから、やっぱ能力者なのかなっていう風に考えたりするわけでございますけども、これに関してはそうではございません。これも血統因子の流れから来ているものでございます。レイジュに関しては一番最初に改造された人物でございます。で、そこからの毒の生成や吸収が可能な特異体質を持つっていう風に書かれているわけでございますね。なので、レイジュに関しては、これに関しては本当もうね、能力だろうと思うんだけども、やはりそうではなくて、ジェルマ66の科学の力の結晶でございます。もともとこれはね、そうであろうとは思っていたけども、それにしても他と比べると、ちょっと悪魔の実っぽいよね。どうなのっていうところで少し疑問は残っていたけども、もう確定としてこれは能力ではないっていうことがここでわかるわけでございます。レイジュかわいいね。はい、そんなこんなで続いて、プラリネさんでございますね。シャーロット・プラリネ。彼女に関してもすごい重大なね、位置として出てきたわけでございまして、彼女がいなかったらちょっと麦わらの一味、今逃げ切れてたのっていうね、それぐらいめちゃくちゃ重要な位置としてプラリネ姉さんがいるわけでございます。現在では太陽の海賊団船長の妻ということで、アラディンのね、妻になっているわけでございますよ。ほんとね、この流れもやっぱワンピースのね、鉄板の流れというか、いろんな奴らがどんどん味方になっていくみたいな、なんかそういった場面でも彼女がね、こう味方についていってくれたのはすごい嬉しいなっていうふうに思うわけでございますし、ジンベエさんがね、やはりやられると思わないし、太陽の海賊団も生きてると思うので、そうなった時に新たにこの麦わらの一味の傘下に太陽の海賊団、そしてプラリネ姉さんが入ってくるってなってくると、まあ実力としては相当なものだし、海をもうね、制覇しちゃってるようなもんでございますから、そう考えていくとやばいよね。海の生物たちをいろんな方向でこう操っていけるというか、そう考えるとやべえなっていうね。まあ操るというよりは正確には友達になっていく。だからこその協力をしてくれるっていうね、そういった流れだよね。そういったところでも今後の展開すごく楽しみでございます。まだまだワンピースいろんな広がりを見せるわけでございまして、世界政府との全面戦争ってなった時にいろんな人物の力を借りる必要があるわけでございます。どんな形でプラリネ姉さんがね、また登場するのがすごい楽しみでございます。そして続いてパウンドでございます。パウンドはね、007ゴールデンアイの頭でっかちモードみたいなね、そんな感じの人物でございますけど、わかりますこれ世代出るよね。なんかゴールデンアイとか、あれいつ発売されたの？だって俺、ブラジルにいる頃にすでにね、遊んでたよ。俺一回、確か8歳ぐらいとかで帰ってるから、その時に多分やったと思うのよ。もっと前じゃないはずだと思うんだけど、ゴールデンアイ長いことあるよね。ほんと神ゲーだなって思うわけでございますけどもね、頭でっかちモードのこのパウンドが出てきたわけでございます。彼に関しては本当にね、めちゃくちゃ優しいね、男でございますけどもね、まさかのビッグマムとまあそういった関係があってっていうね、これに関しては本当驚きだよね。で、なんでパウンドを選んでいったのかっていう、ビッグマムは強い遺伝子を求めているわけでございますから、パウンドを選んでいったっていうのは、まあ結構これは重要なところだよね。で、これが強い遺伝子、力っていうところを求めていったのか、はたまた彼がまあなんかこう見てみると冠をかぶっているわけでございますから、イコール彼の財力を求めて、まあそういう風にっていう風に考えることも可能ではあるよね。まあ彼自身の血も強いっていうこともまあ考えられるけど、そもそもなんだろう、ビッグマムってね、力あるわけでございますから、まあ国なんて落としちまえみたいなそんな話で終わるから、やっぱまあその力的なところももちろんあったと思うんだけどもね、あとはあれか、トットランドっていうところでいろんなね、種族が欲しいわけでございますから、単純な力だけではなくて、いろんな種族を集めていくっていうことで、パウンドと
って考えると、まあそれはそれだろうね。ビッグマムやべえな。本当にね、ビッグマム結構ぶっ飛んでるキャラクターだなっていう風に思うわけでございますけども、そんなパウンド、とにかくかっこいいんですよ。何がかっこいいって、オーブンに思いっきりズドンとぶちかましていったっていうね、あれは相当かっこよかった。で、そこからオーブンにね、攻撃を食らうわけでございますけども、死んだのかな、普通に考えれば死んだよねって思うけども、去年と書かれていない。これやばくない？まさかのパウンドは去年と書かれていない。で、最後ヒストリー見てみると、シフォンたちをかばい、オーブンの強靭に倒れるっていう風に書かれているわけでございます。倒れるってことはまだ生きてるんじゃないのっていう風に考えられるよね。なんで殺されてないのって考えると、何かまた秘密があるのではないのが、この王様っていうところがね、まだ結構重要な感じになってくるのかなっていう風に思えるわけでございますけどもね、ここでもね、かつての栄光っていう形で書かれているんだけども、子供が生まれるまでは王冠をかぶり優遇されていた模様。パウンドが夫に選ばれたことには理由がありそうだっていうね、ちょっと深いような感じになってるわけでございます。この王冠、どういう風に繋がってくるのか、結構気になるところでございます。はい、そんな感じでもう気づけば半分ぐらい読んでいたわけでございますけども、早いもんですね。とにかくね、めちゃくちゃ激アツなんですよ、このビブルカードっていうのはね。今話をしていた中でもいろんな可能性が見えてくるわけでございますけども、特にね、このパウンドに関しては王様っていうところでは、どこの王様だったのとかで考えていくと、まあこれが意外と面白い方向に繋がっていくのかな。だって言うのであれば、もともとどっかの王様であったってことは、急にいなくなったってことでしょ。いなくなったとなると、まあその国としては、どこ行ったのってなるわけじゃないですか。まあ拉致られているのかどうなのかっていうのはわからないよ。これに関してはなんかもうリンリンに惚れているっていう風に感じるところはあるんでね、まあ最終的にはリンリンのことをなんか信じてる風だったんでね、やっぱこう恋をしている。だからこそ出て行ったって考えることはできるんだけども、国としては、まあどんな形であれ出て行ってワオみたいな、どうするっていう風になっているわけですよ。で、そこにもしもベッジたちが行ったらどうなるのか。で、そこでパウンドの話をまあしていったら結構面白いよね。で、自分の親についてローラだったりとかシフォンがまあ話をして知っていくからのっていうね、そこからいろいろと繋がっていくっていう可能性はある。もともとどっかの国のお偉いさんであれば、そこでベッジたちが繋がるのであれば、国単位での協力っていうのが得られる可能性はあるよね。ここからどんな展開がね、待ち受けているのかわからないですけども、国単位での力を得れるっていうのは相当なことだと思います。やはり麦わらの一味っていうのはいろんなところで、いろんな人を助けているわけでございますから、こういう風にアラバスタもそうでございますし、魚人島もそうでございますけども、国単位で助けてくれるっていうところは結構あるのではないのかと思います。ただ一番不安なのは最新のジャンプではね、ベッジを捕まえに来た強そうな海軍みたいなやつら来たわけじゃないですか。あれ見た目的には G5 っぽい気もするけど、なんか G5 より圧倒的に強そうだなっていう風に思うわけでございますよ。ベッジを狙っているっていうだけでもね、結構なものだなっていう風に思うわけでございますよ。だからもしもこれでベッジたちがそこで捕まってしまったらちょっとやばいなっていう。で、ハンコックもね、捕まるような雰囲気出てるわけじゃないですか。で、まさかの小田先生からのね、そのコメントも出まして、ジャンフェスで、それもちょっと怪しいなっていう、ハンコックやべえなっていう風に思うところはあるんで、もしかしたらこれでいろんなやつが捕まって、で、後に大脱獄劇へと繋がっていくみたいなね、そんなこともあるのかもしれない、なんて考えております。はい、ということで今回この辺で締めていきましょう。で、次回またこの続きをね、お話をしていきたいなと思います。ぜひともみんなビブルカードをゲットしてください。OK ですか？それでは最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシということで P でした。また次回お会いしましょう。See you next time!